日本の国歌。本日、日本の国歌の動画について紹介したいと思います。皆さんは日本の国歌についてどんなの花と思いますか？コメント欄で教えてくださいね。日本の国歌。桜。なぜ日本人はこんなに桜が好きなの？世界中の人が各母国の文化を素敵だなって思ってほしい。日本の伝統文化を儚いから継承するではなく、好きだから求め続けるを目指して、友和の活動に関わっています。さて今日は、日本の花といえばすぐに名前が挙がってくる桜についてのお話です。神が宿る桜。皆さん、桜の名前の由来をご存知ですか？諸説ありますが有力なのは、さは盛を表しており、これは田んぼの神様を意味し、蔵は神様が鎮座する台座のことで、田んぼの神が宿る木が由来のようです。また、農家は古くから桜を農業の目安にしてきました。つぼみが7分ほど膨らむと稲のもみまきを始め、花が満開になると桜の下で豊作を祈願しました。夏、桜が青々とした姿に変わると蝉しぐれに包まれ、そして畑作の準備を開始。豊作祈願の神事では、花の咲き方で今年の収穫を占うこともあったそう。このように桜は、農家が毎年微妙に異なる季節の変化を知るための暦が割としても大切にされてきたのです。日本人が桜に魅了される理由。では、なぜ桜は古代から人々の心をくすぶり、崇められる対象となってきたのでしょうか。皆さんはコメント欄で答えを出してください。それには、桜の誇る容姿の美しさはもちろん、他に2つの理由があると私は考えます。1つ目は、春を待ち焦がれる感情です。長い閉ざされた冬を越え、待ちに待った春。動植物は活気を取り戻し、人々の心も明るくなっていきます。桜は、まるでその心を表現したかのように温かみのある美しい花を咲かせ、人々もその桜を見てより一層春の訪れを実感します。二つ目は、命の儚さ。私たちは桜の花が咲く前から、今か今かと待ち望み、3分咲き、5分咲き、7分咲き。やっと満開になったと思いきや、夜の雨風が強ければ、次の日にはすっかり見頃を終えてしまっていた。こんな経験ありませんか？明日どうなるかわからない。この生命の儚さと名残惜しさが私たちの心を魅了する一番の理由ではないでしょうか。桜が使われる和歌。そんな桜が使われている和歌の中でも、よく知られているのが、古今和歌集の有原業平の歌ですよね。世の中に耐えて桜の中りせば春の心はのどけからまし。この世の中に全く桜というものがなかったなら、春を過ごす人の心はどんなにのどかであることでしょう。本来春はのどかな季節であるのに、人は桜が咲くのを待ち、散るのが気になり落ち着きません。桜があるために人々の心が穏やかでないことを述べて、人の心を騒ぎ立てる力のある桜の素晴らしさと、桜への愛着が切なく表現されています。またこの歌は、男女の仲を抽象的に表現しているようにも取れます。日本のお花見文化。ここまで長々と桜の話をしてきましたが、実は奈良時代までお花見といえば梅の花だったそう。
それが平安時代になり、遣唐使が廃止され、日本本来の文化を重視する国風文化が発展します。そこで桜を広める第一人者となったのが嵯峨天皇です。嵯峨天皇が桜好きであったことから、徐々に花見の中心が桜に変わっていきました。最後に一つ。お花見といえば欠かせないのが三色団子ですよね。この三色、何を表しているかというと、実は3つの季節を表現しているのだとか。白は冬の淡い雪。ピンクは春のほのかな桜。緑は初夏の気を躍りじしい新緑。秋がないのは飽きないと飽きないをかけて、いくら食べても飽きない、だから繁盛するという団子屋さんのユーモアが入っているようです。皆さん、桜のことをより深く知っていただけましたか？たった一つの花についてでも、こんなに長い歴史と文化があることに、私自身驚きました。いつも皆さんが楽しく桜の下で過ごせることを願っています。動画を見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録をしてくれると、もっとたくさんの動画を作れるようになります。